どうも、ともそえです。前回動画はアルゼンチン首都ブエノスアイレス大観光、現地人おすすめローカル観光地とブエノスアイレスの家庭感ある雰囲気を同時紹介。今回はラテン女子とアルゼンチン北部山岳地帯デート、景色が超素晴らしいフフイという地方の人気観光地プルママルカを散策。ラテン女子と歩くプルママルカの節約バックパッカー旅スタート。こちらともさえチャンネル、ともさえチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。青パイパイじゃないよ。どうもともさえチャンネルです。現在なんですけど、アルゼンチンの北部のサンサルバドルデフフイっていうところにいます。もうちょっとね細かく言うと、フフイのバスターミナルにいます。でバスターミナルでバスで来たわけじゃなくて、寝るためにこの場所に来ました。もっと細かく言うと、バスターミナルの駐車場の隅っこで出ました。これはね秘密なんですけど、バスターミナルのね駐車場の隅っこの方でテントを張って寝ることができる場合もあります。今回の動画はフフイについての動画になります。北部のねフフイとかサルタとかカタマルカ、トクマンとか、その辺も結構ね穴場でもないけどボリビアに近い北部の方も結構ね有名な場所になるんですよね。ってことで今回はねそのね旅行者から大人気のフフイについて紹介したいと思います。ちなみにねバス1回しか使ってません。ブエノスアイレスからバスね1回だけ使って、あとはね20回以上のヒッチハイクでここまで来ました。なかなか大変でしたね。いろんな出会いもあってね結構楽しく来ることができました。今回はねパラグアイからちょっとね助っ人がね駆けつけてくれています。助っ人って言ってしまった、師匠ですね。僕がアルゼンチンにいるということで駆けつけてくれました。駆けつけてくれました。日本語ちょっとなんかわからんようになってます。エリザベスさんです。こんにちは、エリザベスさん。ってな感じでね、今回はね、2人でね、どこだったっけアルゼンチン北部のとりあえずプルママルカっていうところについて紹介していきたいと思います。彼女はアルゼンチン14年間住んでたんですよ。ほんでサルタ、フフイとかアルゼンチン北部の場所にもなんかもう4回以上ね行ってるということで、紹介するよう言ってくれたんで、わざわざねパラグアイから来てくれてます。ってな感じでね、動画スタート。こんな感じでね充電できるとこあるんですけど、すぐに携帯ねパッて取られそうですよね。でもねなかなか取られないんですよ、こういう場所って。不思議やな。でもね、皆さんね、助言としては iPhone のマークはなんかステッカーとかで隠した方がいいですよ。 iPhone とか狙われやすいんで。この鳩ちょっとしかなんか指がないんやけど、新種の鳩ですね。お湯はこのレストランで入手することができるんですけど、2500ペソかかる言われてやめました。昨日ビールを購入するのを我慢したんで、お湯をね買ってもいいかなと思ったけど、まさかのビールより高いやんけ、お湯。こういう感じの場所で自転車を借りてのんびりとね自転車漕ぎながら大自然を満喫するっていうのもフフイの楽しみ方ではないでしょうか。フフイのバスターミナルからプルママルカまでは距離が近いにもかかわらず約8000ペソぐらいで、僕たちは2500ペソ払って近くのほんまに郊外の近くの町まで来て、そこからヒッチハイクをするっていう感じですね。ちょっとでも削れるところは削っていくみたいな感じ。これがね自由なバックパッカースタイル。時間結構ある向けでお金あんまりない人向けのバックパッカースタイル。それにしてもね2人でヒッチハイクするのはそんなに簡単ではないよ。Uno quería algo nuevo. Tengo todavía una hora. No quiero que las alcances para el colegio. Trámite para el colegio. ここまで乗せてくれてありがとうございました。ありがとう。ってことでプルママルカ到着。プルママルカ到着。道中の景色ほんまにねめちゃめちゃ綺麗でした。レインボーマウンテンにこれね一瞬似てるような景色に見えるんですけど、道中はチリのバージェデルエルキとか
ボリビアのラパスのバーゼ・デ・ラス・アニマスとかウユニ塩湖の近くのインカワ首島とか、それを全てね融合したような感じの景色でしたね。遊戯王カードで例えるとマグネット・バルキリオン、マグネット・ウォーリアー、アルファ、ベータ、ガンマを融合してマグネット・バルキリオンにしたよ。パラグアイ、ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンのブエノスアイレスと来たんで、久しぶりのねこういう景色ですわ。ペルー、ボリビアをなんか思い出す、そんな感じの景色。久しぶり。今までね海ばっかりだったんでね。おもえさす。おはよおはようございます。う。おはよう。 Llegamos. ちょっとチンチンと金玉に見えますね。こういう景色をね見ながらおしっこできるのもね男の特権ですよね。まあそんな感じでね、現在はプルママルカのね入り口にいてて、そこからは重たいバックパック担いで中心部まで歩いていきます。こんにちは。こんにちは。プロはねまな板を使いません。まな板を使わずにこうやってね料理をしていきます。キャンプ飯で、とりあえずねまだプラザ中心部には到着しないんですけど、プロママルカの中心部まで行く途中、入り口にキャンプ場があったんで、もうそのキャンプ場をちょっとね使うことにしました。1泊1人1000ペソ、6000ペソなんで、そんなに高くないんでね、もうここにね聞きました。重たい荷物ね持ってね移動するのもね結構大変なんで、缶詰をナイフで開けるのがラテンアメリカ。これはねラテンアメリカでね普通の光景です。男も女もねみんなねこれできなければねラテンアメリカで暮らすことはできません。完成しました。いただきます。いただきます。この魚の缶詰なんですけど、ミスった完全に。これ4400ペソします。2000ペソ弱ぐらいかなと思ったけど、間違えて買ってしまった。これねラテンアメリカのね罠なんですよ。2年以上ねラテンアメリカおるけど、未だにねそういう罠に引っかかってしまう僕ちん。一応この場所がねセロデロスシエテコローレスという意味、まあ直訳すると7色の丘ですね。全然7色ではないけど、まあ綺麗なのでいいでしょう。おお、ついにやってきたぞって感じですね。プルママルカ、こんな感じの街の雰囲気、まあザ・黄土色って感じの街の雰囲気ですね。5分ぐらいしか歩いてないけど、プラザ到着した中心街。まあ街自体もね結構小さいんで、すごく回りやすい観光地だと思います。雰囲気もねかなりな唯一無二な雰囲気。アルゼンチンっていう感じの雰囲気というよりかはなんかボリビア感があるな、ほんまに。広場に関しての説明書きがあって、まあもちろんねエスパニョールであります、イングリッシュあります、ポルトゲスあります。そしてまさかの私たちの言語、日本語じゃなくてフランセスでした。まさかの Wi-Fi 使えます。まさかの Wi-Fi 使えます。まあこんな感じの景色を見つつ、ちょこちょことね歩きながらねリラックスしています。ところどころこういうね宿がねあったりしますね。おそらく高いと思う。僕らはね1泊ね6000ペソのところなんでねだいぶ安いんですけどね、まあテント持ってないと厳しいですよね。キャンプ場なんで。まあ小さな町ですけど、もちろんお店とかもあります。そういうお店以外にもこんな感じでねお土産物を売っているところとかも余裕である。めちゃめちゃある。こんなん普通に盗めそうやけどな。まあこんな感じでどんどん進んでいきましょう。七色の山々に囲まれた小さな町、響きが素晴らしい。実に素晴らしい芸術的な作品だね。街のすぐそばにあるねミラトル市なんですけど、こんなの場所もないミラトルでもね金を取るっていうね、なんか悔しいですよね。金額一応聞いてみます。ナショナル1000ペソ、外国人は1500ペソです。戻りましょう。小じきみたいなやつらとは思わないでください。僕たちは宝探しを楽しんでるんです。ち
ちょっと動揺した。 Para mismo cosa. Aprovechamos. Muy bien. Tesoro. Vamos a buscar tesoro. Usar. 塩がないと人は生きられませんよ。Sin sal no podemos vivir. Ay, sí. Aprovechamos. Sí, sirve. Vamos. Venga. Tres. Tesoro. Oh. Muchos. おい、いけうい、これがバックパッカー SS モチレロ、おいいね。おお、なんでこれを捨てるかな、ほんまに。ありがとう。ここからの角度だとシャワー中のアルゼンチン美女を見ることができるかもしれません。こんな感じで幻想的なホテル、なかなか素晴らしい。まあ正直ね、いい感じのシチュエーションだと思うんですけど、バックパッカーにはねそこまで求めてないですよね。バックパッカーは星空見ながらワイン飲んだりしてなかなかいい景色だと思うんですけど、そこまで求めてない。山の斜面を見ていると結構ね、登れなさそうで登れそうな場所がねずっと続いてるんですよ。なんでね、至る所に登るん禁止って書かれてますね。まあちょっと登りたいやつらがね、勝手に登って勝手に落ちて怪我してみたいな感じのことがね多発してるんで、禁止ってねいろんな場所に書かれてるんでしょうね。僕もね、書かれてなかったら絶対登ってます。 100%。ミラドールを見るためにはとにかくお金を払わなければいけないプルママルカの観光地。戻ります。この雰囲気がボリビアのねラパスっぽいんですよね。バーデデラスアニマス、あの辺のね雰囲気がねプンプンする。こんな感じのね大通りの道を歩くとこういう道を見つけることができて、もしかしたら丘につながっているのかもしれません。とにかく立ち入り禁止が多いバックパッカー泣かせの場所だぜ。まあちょろっとね丘の上登ってみました。こんな感じの景色ですね。ああ綺麗な絶景。あそこでお留守番。滋賀と書かれている秘密のね通路を見つけましたけど、理由はないけど登れないらしい。あそこのねポリスマンのおっちゃんが言ってます。彼女めっちゃ怒ってるよ、ほんまに。なんでこんなプライベートばっかりなんだって。自分らが大自然をね堪能して何が悪いんだ。まあ彼女曰く1年前2年前に来た時と比べたらどこのなんか丘登るのもお金取るし、脇道入ろうとしたら全てね立ち入り禁止って書かれてるし、全然おもんないって言ってる。まあそんな感じの場所ですね、福井は。まあね、だんだんね観光地化されていくにつれてね、いろんなところがねみたいな感じでますよ。多分ねこの先ね10年後20年後とかいろんな場所でもうねお金みたいな、ここは値上げここは値上げここは値上げみたいな感じで値上げとかねお金取るところ増えてくるんで、今のうちにねみんなね旅行しとくべしですね。ちなみにアルゼンチンの墓場はこんな感じの雰囲気です。なんかこういうね墓場の一つ一つ見るのも面白いですよね。日本と違ってね彩りとか形とか全然違うんでね。この町のイグレシアー、白と緑ベース。ヤッホーヤッホーヤッホー。ヤッホーはスペイン語でオリースと言います。小さい子供がね販売してる
犬や猫も働く時代になりました。夕方7時です。汗降りよ。寒いです。寒い。そして Wi-Fi が使えるのでずっとここにね待機しているような感じ。ここをね離れたらねもうインターネット使えないんで、意外にもね安かったんですよ。¿Cuánto cuesta este pan? 25 pesos argentinos. 1500 pan. Cebolla y tomate. 900. 900. Más huevo. Banana, huevo, espinaca, 4000. 意外にも安かったです。いろんなものが。で、今はね、食事中、軽く。キャンプ飯は男の醍醐味ですね。ビールがあったらね、最高なんですけど、ビールは買ってない。寒い。ちょっと半熟気味のお月様みたいなのが完成しました。見た目は変な感じやけど、美味しいです。美味しいですか？美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。朝はマテを飲みながらのんびりとまあ地味にね、ぬいぬいしてね、自分の持ってるね、小さなカバン直したりしています。これがバックパッカー。もちろん、マテを飲みながらね。小学校の頃の家庭科の授業で習った玉留めとか玉結びとか波縫いとか祭り縫いとか本返し縫いとか、こういう時に役立ってます。懐かしいよな、マジで。キャンプ場全体の雰囲気としてはこんな感じの雰囲気ですね。まあね、お客さん全然いないんで独り占めできるような雰囲気です。エリザベスはどこですか？エリザベスちゃんはどこですか？お尻大きいです。バックパッカーは手洗いで自分でねちゃんと洗濯しなければいけません。そして日差しが強く風もねかなり強いんでね乾きやすい。散髪も自分たちでやらなければいけません。今日はねのんびりと、ちなみにねテントを出たらこの景色が広がります。最高すぎー。今日もねあっという間に時間が過ぎて晩飯の時間になっています。晩ご飯の時間がなんか一番好きやわマジで。のんびり音楽聴きながらね料理してる時間結構好きっていうバックパッカーの人いますよね。僕もその一部かもしれない。男の情熱で料理完成しました。男の情熱パスタです。いただきます。さあ夜のお散歩中、今はね僕一人です。エリザベスちょっとね風邪気味なんですよね。実はね僕もねブエノスアイレスから来たんですけど、ブエノスアイレスの友達風邪ひいてた感じで、それが移って僕もねちょっと前ね食べ物食べても味せんような感じ、風邪気味だったんですよ。でその風がエリザベスに移ったんかなわからんけど、ここ来る前にチャコ州ってところ行ってて、そこでちょっとキャンプしてたんですけど、チャコ州ものすごい暑いんですよね。暑いし川めっちゃおるしみたいな。でここに来てね急に寒くなって、もうね気温のね変化がね激しいんでね、やっぱりちょっとね体調崩してしまったんかな。で僕もね昨日めっちゃ喉痛かったっす。何歳になってもねこのね夜の散歩のワクワク感たまらないですね。さすがにこの時間は人おらんか。まあでもなんか人全然いないんで不気味な感じ。この後ねお墓の横通るんでちょっと怖い。まあでもラテンアメリカの幽霊って賑やかそうな雰囲気なんでまあいけるっしょって感じだけど、ちょっと怖いなやっぱり。いやいやプルママルカって7色の山が売りなのに、そんなね夜に出歩いたって山の色見えんし意味ないっしょ。悔しいな。超絶景色いいんすよ。星空もうね満点、天の川みたいになってるけどね、動画とか写真ではね伝えられないのが悔しいですね。ほんでもってね寒いけどめっちゃ歩いてたらねあったかい。もうね暗すぎて何も見えんと思う、動画越しだったら。それにしても静か。こいつもね僕と一緒でね一人ぼっちなようですね。かわいい、めっちゃかわいい。あ、なんか誰かに飼われてるみたいやな、見た感じ。
懐かれてしまった。やばい。ワイの前から離れん。すごいふわふわ。行きましょうか。バイバイ。ありがとうな。こんな一人ぼっちな僕に絡んでくれて。街の中心部の近くに戻ってきた。ちなみに夜とかだったら警備員いないんで、普通にこれね、丘の上ね、登れますよ。丘の上登ったら綺麗な夜景を見ることができます。はい、夜のプラザに到着。さすがにプラザまで来たらね、ちょこちょこっとね、ほんまにちょこちょこっとね、人がいる感じですね。多分ね、Wi-Fi 使ってるみんな。ちょこちょこっと人おる言うたけど、Wi-Fi 含めて3人だけやったわ。で、正直な感想なんですけど、まずね、散歩するのには心地いいな。でも一人で行くのはちょっと危ないかもしれない。2人以上で行った方がいい。足踏み外すことはまずない。酔っ払っとってもいけるわって言おうと思ったけど、自分1回だけ足踏み外してしまった。なんでライトは絶対必須で、ぐるーっと回ってね、ほんまになんか散歩した感じ。星空がめっちゃ綺麗で、流れ星を2個見つけた。丘の上ね登るのはね禁止されてるし、まず危ないんで、なんか僕はちょっとね、この街の夜景をね、全体像を見ることができるかなと思ったけどね、見ることできなかったですね。残念ながら。星空を眺めながらブラブラと涼しい静かな中を散歩するみたいな、それだけでも気分転換になりました。以上。3日目の朝、おはよう。朝はね、マテを飲むことから始まります。最後のシチュエーションでね、意外と知らなかったことなんですけど、レアマのね、うんこってね、意外と小さいですね。ウサギのうんこみたいな形してるわ。こんな感じで今日はね、ちょっとローカルな道を探検してみようの回です。階段みたいな形の石見つけた。こういうのも一つの楽しみですよね。すでにね、こんな感じの景色がね見えます。エリザベスはちょっとねしんどいみたいな感じで休憩するみたいです。チリのねラッセルナっていうところの近くにバージェ・デ・レルキっていうのがあるんですけど、そこのね動画もね一応ね作ってるんですよ。それとね同じようなことしてる今。めっちゃ似てる景色とかも。できたら野生のキツネがおるわ、あそこに。こういうのもね、足場としてはねめっちゃ脆いんで気をつけないといけないですよね。こんな感じ。さすがに危ないんでね、このくらいにしときます。それにしても絶景。こんな感じでね、中心地からちょっと離れたところでちょっと登れそうなところがあったら、てっぺんまでは行かずちょっと上まで登ってみて景色見るっていうのもプルママルカの一つの楽しみですね。お金払ってね展望台見るのもありだと思うし、こういう方がちょっとね冒険性があってね面白いんじゃないかなと思います。帰り道の方がね怖いんですよね、こういうところって。いやー、それにしてもなかなかな道ですね。おしっこ漏らしたような感じになってます。ピッピッあちょすごい男。かっこいい。アルフォーレスの専門店があったので、ちょっとね入ってみたいと思います。こんな感じでね、アルファフォーレス買いに来ました。アルゼンチンといえばアルファフォーレスですよね。このねカジョテという味のアルファフォーレスを購入。販売されているのはアルファフォーレスだけではなく、ワインも販売されているようだ。一つね2000ペソでした。ちなみに物価的には日替わりプレート、エンパナーダとスープ料理、リャマのスープ料理とか、あとデザートがついて17ミルペソ。チンチン。カジョーテっていう味なんですけど、カジョーテについていろいろね今説明してもらってます。スイカみたいな果物ですね。フルータ。食感美味しいです。食感美味しいです。ブエノスアイレスで見つけたんですけど、3つのアルファフォーレスでディエスミルっていうのがありました。これは1個で20ミルです。高級品、6時割。このねミニメルカディートっていうところが意外とね野菜とか安いと思いますよ。これ全てで
トレスミル100ペソでした。パン1杯と野菜とフルーツ。バマス。ちょっと給食のおばちゃんチックですね。本日は2人でカレーライスをこしらえる予定。豚肉はちなみにキロドセミルでした。Kini, cebolla, berenjena, papa, Y ajo. からのサルサトマテ。給食のおばちゃん。タレはじっくりコトコトできた。リストエルポジョペラダラガジーナ。ポジョ言ってしまったけど使ったのは豚肉です。リストエルポジョペラダラガジーナは、準備完了って意味なんで、これアルゼンチンでね使えますよ。一種のスラングみたいな感じかな。ギャグ、親父ギャグみたいな。リストエルポジョペラダラガジーナ、いただきます。いただきましょう。いただきましょう。出ました。カレーライスこんな感じですね。ライスの色はちなみに赤色。ちなみにね、アルゼンチンはこういうタイプのねシャワーですね。これをひねってタンクに水を溜めて、ここをねこうやったらシャワーが出るみたいな感じでね、これまだ水なんですよ。でこれをね刺すと、コンセント刺すと水がお湯に変わるっていうね。5分ぐらい待たないといけないですけど。Gracias por todo. Gracias por todo. Su ayuda. Gracias. こんな感じでエリザベスちゃんとはお別れになります。Adiós, sayonara. 頑張れー。頑張れ。って感じですよね、本当に。彼女とはねペルーで出会って、いろんなとこで出会って別れて出会って別れてを繰り返してね、また今回もこのアルゼンチンで出会ってまた別れました。本当にねお世話になってます。一応ねテントもね彼女から借りてるんですよ。テント借りてるだけじゃなくて、いろんなね旅の知識とか教えてもらったりとか、もちろんね自分よりねラテンアメリカのこと全然詳しいんでね、それだけじゃなくてね、彼女知り合い結構いるんで、コミュニティとかもあってね、 Facebook のコミュニティとかラテンアメリカのそういうので人紹介してくれて、僕が滞在できる場所を作ってくれたりとか、知り合い紹介してくれたりとか、そんな感じでねいろいろお世話になってます。いつもね私はマネージャーじゃないってねよく言われるんですけど、もうねマネージャー以上の存在ですよ。マネージャー以上の存在。綺麗な観光地来てもそこをね出発するときに、次はこの観光地また戻ってこれるかな、またこの景色見れるかなって思うじゃないですか。人との出会いとかもねそれと一緒でね、その人と出会って次この人とまた再会できるんかなとか思いますよね。そんな感じでね、彼女はチリとかペルー方面を目指して今日からねまた旅を続けるみたいです。僕はねブラジルの方に行って、ブラジルから今度ねついに北上しようかな考えてるんですよ。ほんまに次はねいつ出会えるか分かりません。でも多分ねまたどっかで出会えるとは思うんですけどね。寂しい、マジで寂しすぎる。とりあえずね何が言いたいかというと、昨日の豚肉美味しかった。さあこの辺りでねまたヒッチハイクをして次の目的地へ向かいたいと思います。はい、動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。現在ねウマウアカっていうところにいます。で次の動画はねプルママルカに負けないような綺麗なね絶景をね見せることができるんでね、絶対にね次の動画もねチェックよろしくお願いします。ほんまちょっとボリビアっぽいっすわ。ボリビアっぽいとかね言ったらあかんすよ。この不意でアルゼンチン人のプライドがやっぱりあるんで、正直なプルママルカの感想なんですけど、こっからはプルママルカね、エリザベスも言ってた通り、実際来る前にインスタグラムとかでインターネットとかで結構ね写真とか見てたんですけど、絶景結構載ってるんですよ。丘の上からの絶景とか丘の上からの街並みとか。ただそれは言ったら2021年とか3年前とか以上の話で、現在は丘の上に登るのは立ち入り禁止とか、展望台に登るにはお金が必要ですとか、結構ねいろんな制限がね増えてるんですよね。
なんかちょっとねって感じかな、正直。まあでも綺麗な景色に山々に囲まれた小さな雰囲気のいい村って感じで、まあそれはそれで唯一無二な感じがしてよかったなって思います。で自分が滞在していたところもキャンピングなんですけど、まあテント持ってたら1人6000ペソで泊まることができるんで、お湯シャワーあるし Wi-Fi もあるしみたいな、キッチンとかもあるしみたいな感じで、でまあよく見たらなんかドミトリールームみたいなのもあったんですよ。でテント持ってない人はなんかまあおっちゃんにね質問したらそのドミトリールーム泊まれると思うんで、まあ金額は僕聞いてはないんですけどね、そんな感じですね。街のなんかホステルとかはちょっとね値段高いですね、なんであんまり貧乏バックパッカーがね長くおるような街ではないと思う。実際来てみて思ったのは、まあ1泊2日長くても2泊3日で十分かなって感じかな。自分たちはもう3泊4日しました。まあちょっとゆっくりのんびりしようぜっていう感じで、外食とかせずにもう自分たちで料理作った方が楽しいしみたいな感じで、まあのんびりして、まあ3泊したかな。そんな感じですね。めっちゃ可愛いんですけど、すごい懐いた。可愛いな。お前も一人ぼっちか。俺も今は一人ぼっちだよ。次回ともさやチャンネル。アルゼンチン北部フフイ州世界遺産ウマウアカ渓谷の中心地で超絶景を見るだけではなく、現地人と一緒に生活したり、美味しいカルネアサードを食べさせてもらったり、最高に有意義な時間を過ごした。絶景やローカルな雰囲気が1ミリでも気になる人は次回動画もチェックしくよろ。